今日は大葉のささみフリットを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日は大葉のささみフリットを作りたいと思います。はい、ということで今回は鶏ささみのフリットを作るんですけれども、フリットの衣に大葉を刻んで作っていきたいと思います。サクサクに仕上げるポイントなどいろいろご紹介していきます。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにお肉の下準備の材料からご紹介します。材料はこちらです。鶏ささみ、薄力粉、塩コショウ、こちらの3つの材料で下準備していきます。今回ですね、鶏ささみを使うんですけれども、こちら胸肉で代用していただいても OK です。そして衣の材料をご紹介します。材料はこちらです。大葉、薄力粉、片栗粉、ベーキングパウダー、お水、マヨネーズ、粉チーズ、そして揚げる時に揚げ油を使用していきます。はい、ということで今回は衣に大葉を使っていきたいと思います。大葉を加えていただくととても香り高いさっぱりとした美味しいフリットに仕上がります。そして今回のフリットをサクサクに仕上げるポイントはこちら、片栗粉、ベーキングパウダー、マヨネーズ、こちらの3つの材料を入れていただくととてもサクサクで美味しいフリットに仕上がります。さらにそこに少しね、粉チーズを加えて香ばしさもプラスしたいと思います。それでは早速こちらの材料で作っていきます。それでは早速作っていきます。まずですね、鶏ささみの筋を取り除いていきます。取るときはですね、フォークと、あとはこちらキッチンペーパーをこのぐらいの大きさに切ったものを使っていきます。それではまずね、この出っ張っている筋の部分、ここを持ってこのフォークの間に入れ込みます。こんな感じです。そしてこのね、ぴょんと出た部分をキッチンペーパーで掴みます。そうするとね、滑らなくなってとてもやりやすいです。そしたらフォークと手を反対側に引っ張るように筋取りしていきます。ではいきます。よいしょ。スーッと。そうするとね、このように簡単に筋取りすることができます。こんな感じですね。このように筋取りしてください。では残りも同じように筋取りしていきます。はい、筋取りが終わりました。そうしましたらこちらのお肉を食べやすい大きさに切っていきます。だいたい3等分ぐらいがちょうどいいかなと思います。はい、こんな感じです。それでは残りも同じように切っていきます。はい、このように切りました。それではね、ここに下味をつけます。塩コショウで下味をつけてください。はい、OK です。この後ですね、鶏ささみに薄力粉を薄くまぶすんですけれども、衣を作ってからまぶしていきたいと思います。一旦これはこのまま置いておきます。それでは続いて衣の中に入れる大葉を切っていきます。まずこのね、茎の部分を揃えてこちらを切り落とします。大葉はですね、今回粗いみじん切りにしていきます。まず手前からくるくるくるっと丸めて半分に切ります。そして切り口を揃えて縦にして3等分ぐらいに切ります。くるっと回転させて、あとはざっくり刻んでいきます。はい、 OK です。このぐらい粗いみじん切りにしてください。大葉の準備はこれで OK です。それでは衣を作っていきます。まずボウルの中にマヨネーズを入れましょう。このね、マヨネーズを加えると本当にサックサクに仕上がります。かつですね、マヨネーズは味付けにもなるのでぜひ入れてみてください。ハーフタイプとかそういうものじゃなくて普通のマヨネーズを使うようにしてください。このマヨネーズなんですけれども、このまま混ぜると少しダマになってしまいますので、これをね、一度水で溶きます。お水を少し加えます。小さじ1弱ぐらいですね。そのぐらい入れていただいて、まずね、溶きほぐします。このようにね、少量のお水で溶いていただくとマヨネーズがダマにならず、しっかりとね、衣になじみます。はい、 OK です。このようにね、サラサラっとした感じにしてください。そしたらね、また少し加えます。そして混ぜましょう。そしてこのぐらいね、お水のようにシャバシャバになれば OK です。ちょっとひと手間なんですけれども、ぜひこの方法でやってみてください。そうしましたらここに残りのお水を加えます。そして混ぜましょう。はい、 OK です。では粉類を入れていきます。まず粉チーズ、片栗粉、そして薄力粉、あとはベーキングパウダーを加えます。ではこれをよく混ぜましょう。はい、 OK です。衣がこのようにつながって流れ落ちるぐらいですね。このぐらいのとろっとした感じになります。そしたら最後ここに大葉を加えます。そして混ぜましょう。
はい、衣はこれで OK です。それでは衣ができたので、下味をつけた鶏ささみに薄力粉を薄くまぶしていきます。そうするとね、衣がしっかりと密着してくれます。では薄くまぶします。茶こしとかでね、ふるっていただくといいかなと思います。ここであんまりね、まぶしすぎるとちょっとボテッとした仕上がりになるので、薄くまぶすぐらいで OK です。両面にまぶしてください。はい、このようにまぶせば OK です。それでは今から衣をつけていきます。では衣の中に薄力粉をつけたお肉を入れていきます。とりあえず入るだけ入れていきます。このように入れたら全体に衣をつけましょう。揚げる時はですね、少し衣を取って揚げてください。あんまりね、衣つけすぎるとね、それもぼってりしてしまうので、このぐらいですね、薄くね、お肉の色が見えるぐらい、このぐらい衣をつけて揚げてください。それでは油で揚げていきます。まずね、フライパンに底から1センチから 1.5 センチぐらいの油を注ぎ入れます。ちょっとね、小さめのフライパンでやっていただくと油の節約になると思います。はい、それでは火にかけます。今回は170度の油で揚げていくので、それまで油を温めます。それでは適温になったので揚げていきます。目安としては、菜箸を入れた時に菜箸の先からプクプクプクと細かい泡が出るぐらいですね。そのぐらいになれば OK です。それでは揚げていきます。やけどしないように注意してください。はい、こんな感じでね、揚げていきます。だいたいですね、3分から4分ほどを目安に揚げてください。時折ね、こうやって裏返しながら揚げていきましょう。はい、 OK です。今3分揚げました。そうするとこのようにほんのりね、揚げ色もついて、衣もサクサクっとした仕上がりになります。そしたら取り出しましょう。だいたいね、 3,4 分を目安に揚げてみてください。こうやってね、大きいものはね、4分ぐらい揚げていただいてもいいかなと思います。はい、こんな感じでとてもサクサクに仕上がりました。それでは残りも同じように揚げていきます。はい、全部揚げ終わりました。このようにサクサクに仕上がってます。それではこのまま3分ほど油を切ります。はい、これで大葉のささみフリットの完成です。こんな感じに仕上がりました。このように大葉もたっぷり入って衣もサクサクに仕上がってます。このように衣もサクサクです。そして大葉もたっぷり入って美味しそうに仕上がりました。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では、いただきます。もう衣がサクサクですっごく美味しいです。お肉もとても柔らかく仕上がってます。そしてね、噛めば噛むほど口の中に大葉の香りが広がってきます。粉チーズのね、香ばしさも加わってすごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の大葉の鶏ささみフリットのポイントです。まず鶏ささみの筋取りなんですけれども、フォークとキッチンペーパーを使っていただくととても簡単に筋取りすることができます。ぜひこの方法でやってみてください。そして衣についてのポイントです。今回衣にですね、マヨネーズ、ベーキングパウダー、そして片栗粉を加えました。この3つを加えることでとても簡単にサクサクのフリットを作ることができます。ぜひね、こちらの材料を入れて作ってみてください。さらにですね、この衣の中に粉チーズを加えることでとても香ばしくて何もつけずに美味しく召し上がっていただけるフリットに仕上がります。そして衣をつける時のポイントなんですけれども、衣をつける時は鶏ささみに軽く薄力粉をまぶしてください。そうすることで衣がしっかりとついてサクッとした仕上がりになります。今回大葉のフリットということで衣に大葉を入れました。こちらの大葉の量に関しましてはお好みで変えていただいて OK です。よりね、大葉の香りを楽しみたい時は5枚ぐらい入れてもいいんじゃないかなと思います。あとはもう油で揚げるだけなのでとても簡単です。油で揚げる時間に関しましては鶏ささみの大きさにもよるんですけれども、だいたい3分から4分ぐらいを目安に衣がカリッとするまで揚げてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。サクサクでとても美味しいのでぜひ作ってみてください。
はい、ということで今日は大葉の鶏ささみフリットを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。